まあ、スト5っていうぐらいだからリュウとかケンとか、うん、そういうチュンリーとかザンギエフとか出てくると思うんだけど、うん、そういうキャラクターまあ別にいていいんだけど、うんなんか新しい性能、全く新しい性能のキャラとかいていいのかな、例えば他のゲームだといるけど、なんかその罠を張るキャラとか、罠を設置するキャラとか、基本的にその横の設置はあっても縦の設置っていうのがないから、そうだね、確かにね、その例えばソニックブームっていうのは俺の中で設置技、まあ、横の追いかけて、その攻撃判定を持った技を追いかけて、自キャラが動くっていうのがまあ俺の中で設置なんだけど、だからセスのなんかソニックとかダルシムのファイヤーとかもまあ設置、でリュウとかサガットの飛び道具っていうのは設置っていうよりかは、普通の飛び道具、でもそれは全部横なんだ、横押しだから、避けるには縦の動きをするっていうのがまあ結論なんだけど、縦の設置、例えば踏むと下からボンってなんか爆弾とか、なんかそれもしくは網が出てきて一瞬動けなくなっちゃうとか、なんかそういう設置キャラとかいてもいいのかなと思うんだよね。あとは俺前から思ってるんだけど、ためキャラって前ためのが面白くないって思ってるの。前ため前ためっていうか、前に入れることで溜まってく。前入れば、今みたいにじゃあ前に1秒入れました、後ろに戻しました、パンチ技が出ます。これは弱いよ、これは弱すぎるけど、今までとただ逆になってるだけってこと。そう例えば、まあ、俺が竜で使ってさ、サガット相手にさ、歩いてって飛び道具ガードして、歩いてって飛び道具ガードして、これを3回繰り返したら、技が出るとかだったら結構面白いと思うんだよね。でためキャラってどうしてもレバーを後ろに引かなきゃいけないから、俺ガイルとかの後ろ引きはいいと思うわけ。あれはなんていうのかな、寄った時にこっちにリターンが大きいっていうのが明確にあるからいいんだけど、例えばためキャラで突進とかだと、下がってんのに前に出てくる。そうだね、これはやっぱちょっとおかしいんでね。下がってんのにキャラが前に出てくる、ガイルの場合は下がってその場からソニックとか、まあ、DJ とかもそうだけど、なんか下がってるだけなのに安全な行動を取ってるのに攻めれちゃうっていうのは、攻めれちゃうし、そのラインを上げれちゃうっていうのは俺は良くないんじゃないのと思ってるから、ためキャラは言ってもいいんだけど、前にこう溜まってく、で溜まって、まあ、ゲージがあってもいいや、じゃあ、ダッシュストレートゲージみたいなのが下に表示されてて、溜まったら、はい、打てますよと。そっちの方が奥が深くなると思う。難しそうだけどね、でも別にさ、ため分割のやつをもう完全にこう溜まっていくものとして捉えればよくない？であとはバランス調整するだけじゃん、強すぎるなと思えば弱くすればいいし、ダメージ下げるとかすればいいし、俺絶対そっちの方が面白いと思うけどな、前ため。なるほどね。ただなんかこの間、R と、R じゃねえや、 R の部屋か、で杉山さんと時戸が対談したときに、コマンドってパッと見てこう印象で、その技が出るっていうのがすごく大事だって言ってたわけ。例えば後ろため前でスーパー続きが出るのって、なんか誰でも分かる、どこの国の人でもパッと見てさ、こうやって出すのかなって誰でも気づきそうじゃん、そういうのは大事だっていうわけ。直感的だよね、で確かに大事だと俺も思うんだけど、そこを優先するあまり、ゲームとしてどっちが面白いのかっていうことを考えないのは問題かなって思っちゃう。で俺はゲームとしては絶対前ための方が面白いと思うから、確かにもうなんかもう別にイメージに取られる必要もないよね、なんかね。もしくは溜まった後最後コマンド出すときは後ろ前でもいいんじゃない？ただその溜めるまでは前。後ろにする意味ある？だって後ろにしなきゃいけない理由ってなくない？まあなんかちょっと安全とかそういうことだよね。それだけだもんね。それは不公平。安全なのに、安全なところから前に来るのはそれはまあちょっと道理としておかしいかなおかしいかなと思うんだよね。あとは俺なんだろうな、なんかいろいろあるんだよね、そういうツッコミ、こう俺がちょっと直したいっていうかいじりたいっていうところがいっぱいあって、ザンギエフって俺別にキャラコンセプトはいいと思うんだけど、
ザンギエフってキャラって相手から投げを奪うでしょ完全に。例例えばザンギエフ相手にさ歩いてってさ、投げとかさグラつぶしってやるやついないじゃん、まあないよね。だからその遊びの一個であるグラつぶしとか、投げるとか技を重ねるっていう要素を奪われちゃうわけ1個で、それは良くないなと思うわけ。だから飛び道具が打てなくなるもそうだし、そのシステムの中に本来遊びとして組み込まれているものが、まあやろうとまでできるよ、だけどやらないじゃんみんな。ザンギエフ相手にさ技重ねたりしないじゃん。そういうなんていうのかな、取っちゃう遊びを有利不利はあるにしても取っちゃうってのは良くないと思う。まあ相手のなんかね、相手のキャラ性能によってこっちのなんていうかキャラの個性をこう潰されるっていう対戦はやっぱり面白くないよね。まあそれは絶対ストレスになっちゃうから、例えば03の残機って、これ残機史上一番よくできてたと思うんですけど、あれは何が面白かったかっていうと、あのキャラ別に弱くないんだよ、強いし攻めも鋭いんだけど、受けは普通だったのよ。だからこっちのターンがあるわけ、ちゃんと。ザンギエフを追い詰めればちゃんとラッシュがかけれたから、それはそうだよね。寝てしまえばまあ先飛びからの攻めも受けるしっていう。そのなんかやっぱずっと受けに回んなきゃいけないっていうのは、やっぱ疲れちゃうと思うんだよね、プレイしてる側が。そうだね。そうサガットぐらい強力な飛び道具があればいいと思うんだけど、なんか攻めキャラのほとんどが攻めれなくなっちゃうっていうのはどうかなと思う。そんなに俺ザンギ強いと思ってないんだけど、そのなんか奪われちゃう、楽しみを奪われちゃうって全部良くないなと思ってて、だからその例えばスト3、スト3って、俺がスト3やってた時って、ユンとチュンリーの2強って言われてたの、でその下にケンがいるって言われてて、で当時は実際それぐらいの勝率だったのみんな、ユンと、チュンリーが勝ってた。まあどっちかというとチュンリーのが勝ってたかな。でチュンリー、ユン、ケンってあって、まあケンは置いといて、で俺4戦は好きだったんだけど、チュンリー戦全然面白くなかったの。ごめんねこれサードやってる人申し訳ないけど、まあ別にこれは個人的な意見だから俺は全然楽しくなかった。それは似たようなキャラ性能なのに一方的に根気力が高いから、こんなのだってなんかデジタルなその消耗戦なのに根気力の高い低いがあったら絶対どうしようもないじゃんみたいな。まあ剣でやってるとね、あなた剣でやってると、そうそう、なんか本当にヘビー級ボクサーと階級下のやつがやってるみたいな感じになっちゃうから、それはどうしようもないじゃんって思った。まあ基本的にはその目指す方向性というか立ち回りの方向性は似たキャラだけど、まあ技の性能が違ったりとか、そうなんか違いがあんまりないのに火力差があるっていうのはなんか一番やる気出なくなっちゃう。ただ単純に強いだけじゃんみたいな。そうでもなぜか、まあ、単純に組み合わせの有利不利もあったと思うんだけど、ユン戦は好きだったの。でそれはなんか分かる気がしますよ。分かるでしょ。で俺の周りも何使っててもユン戦の方がみんな好きだったの。そう。なんかそこになんか格闘ゲームの楽しい楽しくないの秘密があるんだなって俺は思ってて、例えばそのさっきから言ってるその封じられる行動を封じられるっていうことで言うと、そのユンの幻影陣、シャカシャカ貯めて幻影陣っていうのは見栄えは確かに悪いんだけど、溜まってない時は弱いからね。弱いんだよね。普通のキャラ、普通のキャラになるじゃん。その瞬間はよし俺の番だって言ってこうなんか脳から出てると思うんだよ。よし俺の番だっていうそのアドレナリンが出てると思うわけで、溜まっちゃうといけないっつって下がるんだけど、だから明確にどっちが有利か不利かっていうのがプレイしてる側が分かるから、すごいやってて気持ちいいんだけど、チュンリーだとゲージ1本溜まったらもう永久に不利じゃん。まあそうだね、永久に不利じゃん、どこで食らうかみたいな話で、ね、なってくるよね、永久になんか縛られちゃってるから、なんかそれは縛りすぎかなっていうか、あまりにも制限がなかったらお互い自由にやるだけのゲームになっちゃって、それはそれで対戦の意味がないなと思うんだけど、まあ、制限が強すぎると、やっぱストレスになっちゃうよなって思うよね。例えば俺のメリハリってことで言うんだったら、残儀のスクリュー3発で死んでいいと思うんだ俺このゲーム。その代わり弾抜けない、で小足にもキャンセルかかんない、でもスクリュー3発で終わり。寄るのは大変なんだけど、寄ったらもう超強
まあ、その正当な手続きを経た上で、リターンがで約束されてる。はい、じゃあ今からちょっと遊ばせてもらいますっていう時間を作ってあげる。そうだよね、それだったら昇竜セミとかバクステに超リスク背負わせて、読んでたらやっぱりスクリ一発分ぐらいのダメージ取れて、もうだから出たやつはもうブルブル震えるしかないっていう方が面白い、見てる方も面白いし、やってる方も絶対面白いし、なんかはっきりそういう強い弱いよりも、ザンギエフ相手に寝かされたっていうその恐怖をみんなでこう、ね、共有できた方が面白いと思うし、っていう感じ。スト5っていうか、スト5にもだからそういうところは、そういうなんていうメリハリがしっかりしたなんかキャラ作りっていうのをなんか期待したいなっていうのはありますね。あと俺もなんかもう全ての技、スライディングはともかくとして全ての技はガードしてマイナスフレームじゃなくていいと思う。その連携としてつながっちゃダメだよ。もうずっと永久ループみたいになっちゃダメだけど、例えば大攻撃とかガードしたらもう別に攻めが継続して、フリーフレームでもいいけど、マイナス2とかね、マイナス2ぐらいスパコンが確定しちゃうとかはちょっとなんか触りに行った意味ねえじゃんみたいな。そうじゃああなたから来てくださいっていうことの繰り返しになっちゃう。剣同キャラとかさ、サードのごめんね、サードの話ばっかりしちゃうんだけど、剣の同キャラは俺あんま好きじゃなかったの。それなんでかっていうと、ゲージ溜まった瞬間に中足振れなくなる。やることがすごい限定されるよね。そうちゃんとやろうとすればするほど、なんかそういう、あとなんか X の竜同キャラとかも好きじゃないの。真空溜まったらお互い波動打てなくなるとか、ウルフォーのサガット同キャラとかもそうだよね。キャノンの支配率が高すぎて、なんで終盤やることこんな減ってんのみたいな。それは、だから結局なんか面白いゲームというか、面白い対戦ってみんなが思うのって俺多分結構共通してると思うんだけど、対戦ってさ、やっぱりそのあるキャラ対キャラが対峙したときに、個性のぶつけ合いであるべきじゃん、本当はね。そうだからなんだ、例えるなら魔法使い相手に戦士が寄ったらもう戦士が一発切って終わりみたいな感じだよね。でもなんかちょっと、最近ウルフォーやったりして思ったのが、これなんかただのお互いの個性の潰し合いじゃねみたいな。でお互いこの手出しができなくてすごいなんか展開しない時間が長いなみたいな、そんななんか印象をちょっと持ってたことが結構最近あったので、ジョジョのスタンド同士の対決をなんか参考にしてほしいなと思うわけ。3部とか俺すごい好きだったのが、寄られたら丈太郎絶対無理なんだ。ディオとか別だよ。それ以外のやつら丈太郎に寄られたら終わりね。でもその代わりにみんな超せこくさ立ち回ってさ、丈太郎にバレないようにしようとかさ、丈太郎を不意打ちしようとかやってたじゃん。あれすごいメリハリっていうか、その差をさ、有利な点と不利な点お互いがぶつけ合ってて、それすごい楽しいなっていう。自分の強いところはこううまく生かしつつ、弱いところはさらさないぞみたいな、そういう楽しさやっぱりね、味わいたいよね。という感じですかね。これコラム出張版。はい、というわけで残り時間少なくなってまいりましたが、アルカディア本誌の方と、それから以前出たこの単行本の方でですね、今、やらせていただいたような、話を、内容をさせていただいておりますので、もしよろしければお手に取っていただければと思います。というわけでちょっと短い時間でしたけれども、こんな感じで作ってました。過去形ですけど。過去形ですか。作ってました。そうですね。今後ちょっとどういう感じになるかは分かんないですけどね。というわけで、とりあえずじゃあ以上、以上アルカディア、梅原コラム出張版でした。ありがとうございました。